映画「機動戦士ガンダムシードフリーダム」がガンダム作品初の50億超えの興行収入ということで、11月1日から上映された特別版第2弾では、まさかの新作ガンダムシードフリーダムゼロの PV が公開されました。その他にも10月からネットフリックスで配信が開始した復讐のレクイエムでは、ガンダム EX がまさに連邦の白い悪魔という恐怖の象徴のような描かれ方をして、度肝を抜かれた方も多かったのではないでしょうか。また今年30周年を迎えた機動武道伝 G ガンダムの新作外伝では、第2弾としてシュバルツがどのようにして矜持からシュバルツになったのかを描いたストーリーや、2025年の年明けには第3弾も予定されているということで、大いに盛り上がりを見せています。また11月に入り、ハリウッド版実写ガンダムの監督が決定したと報じられました。一方で先行して制作中のはずの機動戦士ガンダム先行のハサウェイ第2部のように、なかなか新情報が出てこない作品もあります。そこで今回は現在分かっている範囲での新作情報をまとめてみましたので、そちらを見ていきたいと思います。それでは始めましょう。ガンダム GWX30 周年プロジェクト。まず平成3部作とは、機動武闘伝 G ガンダム、新機動戦機ガンダムウィング、機動新世紀ガンダム X の3作品を指します。今年の2024年は G ガンダムが30周年ということで、4月に入ってG ガンダムの外伝ストーリーが展開されることが発表され、同時にヒーロとガロードを含めた30周年プロジェクトの記念イラストも公開されました。またこの時ガンダム GWX30 周年プロジェクトでは、3年間にわたって様々な企画を実施するということも明かされています。その中で7月4日から G ガンダム外伝の天地天学のストーリーテキストが公式サイトで公開されています。これは決勝大会の開会式の後、マスターアジアの姉弟子である特攻9杯が突然現れ戦いを挑んでくるというもので、白いマスターガンダムとその他多数のファイターたちがドモンたちと戦いを繰り広げています。さらに10月4日から公開された英雄編成では、シュバルツがどのようにして矜持のコピーからネオドイツ代表に変わっていったかが描かれています。現時点ではこの第2弾までが完結しており、次の第3弾の三強神殿東方の玉が25年1月に公開される予定となっています。G ガンダム外伝ではキャラクターイラストは一部公開されていますが、モビルスーツのデザインは完全に不明のままです。そのため白いマスターガンダムなどのデザインも判明していません。G ガンダムファンであれば非常に楽しめる内容になっているので、個人的にはぜひデザインもしてほしいところです。このように30周年を迎えた G ガンダムですが、来年2025年には新機動戦機ガンダムウィングの30周年が控えています。今回の G ガンダムがストーリーテキスト形式で公開されたことを踏まえると、ガンダムウィングも同様にストーリー形式でホームページに公開されるかもしれません。ただガンダムウィング関係のガンプラは G ガンダムに比べて多数発売されていることを踏まえると、もしかしたらデザインも公開されるかもしれません。ガンダムウィングのストーリーはテレビ版とエンドレスワルツとフローズンティアドロップがありますが、特にフローズンティアドロップではほとんどのモビルスーツデザインが公開されておらず、特に主人公機であるスノーホワイトとワーロックはマントを羽織った姿しか判明していません。そのためもしフローズンティアドロップが映像化される場合、全てのモビルスーツデザインが明かされる可能性があります。とはいえ今回の G ガンダムがすでにテレビ版を見ている人たちへの補完となるストーリーになっていることから、ガンダムウィングもフローズンティアドロップではなくテレビ版またはエンドレスワルツ版に関係するストーリー展開になる可能性がありそうです。また2026年にはガンダム X の記念企画があります。ガンダム X はテレビ本編のほか、ガロードたちの後日談や9年後の世界を描いた物語の漫画があります。こちらも本編のキャラたちやモビルスーツが登場する内容と考えれば、本編中の外伝ものになるのではないでしょうか。いずれにせよ G ガンダムはストーリーテキストで新規モビルスーツデザインもない現状なので、ガンダムウィングやガンダム X ではガンプラと絡めて新モビルスーツたちが登場するアニメで作ってほしいと個人的には思いますが、皆様はどう思われますでしょうか。機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロ。続いては特別版第2弾の上映最後に
PV が公開された新作機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロについてです。映画の上映が開始された11月1日、公式の X 旧 Twitter アカウントでも制作決定がアナウンスされ、11月14日をもって一部の映画館を除いて上映が終了。そして11月15日の夜、その PV が YouTube の公式チャンネルで公開されました。しかし現在のところ、新作が映画として展開されるのか、ビデオオンデマンドなどで配信されるのか、どのような媒体で展開されるかについては全く情報が公開されていません。ストーリーとしてはシードフリーダムの前日譚ということのみが明かされていますが、福田監督の X のポスト内容からフリーダム強奪事件周辺について描かれると考えることができます。また新宿ピッカデリーのトークショーでは、監督がシンがジャスティスに乗るあたりのくだりと話をされていたこともありました。特別版エピローグ第2弾では、アスランがカガリと話をするときにシンにジャスティスは早かったかと言っているので、このあたりも描かれそうです。そんな本作の PV ではいくつかの新たなシーンが確認できました。キラがラクスと料理をする様子、シンとルナマリアが水着姿で甲板掃除をするシーン、村雨海がプロトタイプ村雨海と思われる機体と戦うシーン、ストライクフリーダムとギャンシュトロームの戦闘シーン、レオナードと思われる新キャラに毛の色が違うアグネスらしきキャラ。公開時期に関しても今のところ分かりませんが、4月時点で新宿ピッカデリーにおける映画上映の後のスタッフトークショーで、すでに新作の制作を匂わせる発言が出ていたことや、すでに新作 PV が出来上がっていること、そしてシードフリーダムではかなり多くのモビルスーツの CG が作られていて、せっかく作ったので有効活用したいと話をされていたことから、公開時期は何も情報が出てきていない他作品よりも早いのではないかと思われます。シードフリーダムがガンダム界でダントツの興行収入50億突破ということで、制作が急ピッチで進んでもおかしくないため、個人的には来年の春あたりには公開されそうな気がしますが、皆様はいかが思われますでしょうか。先行のハサウェイ、サン・オブ・ブライト。先行のハサウェイは第1部が2020年7月に公開予定でしたが、コロナの影響で複数回延期され、最終的に2021年6月に公開されました。そして第2部に関しては映画公開の3ヶ月後である2021年9月にサン・オブ・ブライト課題が発表されましたが、それ以降の続報はありません。現時点で判明しているのは、サンという言葉は息子と太陽どちらとも捉えられるようにしていることや、第2部は3部作の中で最も原作小説と異なるストーリーであり、富野義行氏から普通に小説のままやったら持たないからやめろと忠告を受けていて、いろいろとプラスアルファをしているということが尾形プロデューサーから語られています。今後のガンダム映像作品のロードマップが発表されるガンダムカンファレンスでは、2022年以降先行のハサウェイ第2部の話が出ていないので、公開予定日も未だ不明です。原作では第2部の舞台はオーストラリア北部の町オエンベリですが、現地取材はコロナ以降で行ったことが明かされているので、おそらく制作は進行しているものの、現場で何かの問題によって遅れていると思われます。また2018年に発表された UC NEXT100 という企画がありました。こちらは第1弾が機動戦士ガンダムナラティブ、第2弾が先行のハサウェイ、第3弾が機動戦士ガンダムユニコーン2とされていて、ガンダムナラティブは2018年11月に公開、先行のハサウェイ第1部はもともと2020年7月予定だったことから、2018年当時は2年に1度のスパンで映画展開をする予定だったと思われます。しかし結果的には先行のハサウェイが遅れているからか、最近では UC NEXT100 という言葉すら聞かなくなりました。2023年の秋にガンダムカンファレンスが実施された時点では、2024年の春頃に次回行う予定とアナウンスされていましたが、結局2024年8月のカンファレンスではハサウェイに関して一切触れられずに終わりました。次に情報が解禁される可能性がある大きなイベントがあるとすれば、2025年4月からスタートする大阪の万博向けガンダムネクストフューチャーロード風2025のだと思いますが、もしそこで発表されるのであれば、映画は2025年後半か2026年公開と、さらに後ろ倒しになる可能性がありそうです。
1作目の興行収入が22億と高い数字だったはずが、もっと高い興行収入を叩き出しているシードシリーズとの人気を比べると、社内ではかなり間が空いてしまった2作目ということで、1作目に比べてどこまで人気が出るか気になる中、シードの売り上げと比較されてしまうと考えると、現場の方はハードルが上がってしまっていそうな感じがします。ガンプラ商業的に見れば、間違いなくクシーとペーネロペーの新装備は登場すると思いますが、シード0に新モビルスーツが出てきた場合、どのガンプラを優先して作るのか生産ライン調整が難しくなってくると思うので、その2作の時期は被らないようにすると思われます。そう考えると、映画としてはシードフリーダムが2024年1月上映だったので、1年スパンでハサウェイは2025年公開かなと思っていましたが、まさかの11月時点で情報が出てこないことから、先にシードフリーダムゼロを2025年に公開して、ハサウェイはさらに後ろへずらして2025年後半か2026年公開になってしまう可能性もありそうです。いろいろ事情があると思いますが、かなり旬を逃してしまっていると思うので、情報チラ見せと SNS 戦略をうまく使って期待を高めてほしいです。鉄血のオルフェンズウルズハント。本作はもともとスマホアプリ機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ G の中で遊べるスピンオフ作品です。アプリの方は2024年1月11日でサービス終了しましたが、その中で前半部分ともいえる全12話が描かれました。ストーリーとしては、鉄血のオルフェンズアニメ本編の1期と2期の間にあたる時期の話で、オルガや三日月たちは火星が舞台でしたが、ウルズハントの舞台は火星との開拓競争に負けたとされる金星となっています。物語としては、金星にあるラドニッツァコロニーで生まれ育ったウィスタリオアファムが、古の時代に人類が失ったあるものを見つける宝探しレースウルズハントに優勝して賞金1000億メアリを獲得し、ラドニッツァコロニーを購入しようと志すというもので、12話までの話ではウルズハントレースを進めていく中で、レースのライバルたちと戦い、薬剤戦時の無人兵器であるモビルアーマーの謎や、ウィスタリオの登場機である柱星とつながりがあると思われるガンダムマルコシアスの謎を解き明かしていくといった内容になっています。アプリ終了前にアニメ化決定ということが発表されており、今年の4月11日には公式サイトが更新されて、12話までに登場したキャラクターと登場モビルスーツの一覧を見ることができるようになりました。ただその後、今のところ一切更新がされておらず、音沙汰なしの状態です。まだアニメ公開時期は不明で、どういった媒体で展開されるのかも分かりません。ただ難しいと思うのが、仮に全24までアニメ展開しようとすると、12話まではすでにアプリで展開されているので、その部分をフルで映像化しても打ち切りになってしまったゲームが元の作品で、どれだけの集客ができるか怪しいこと。かといって後半の新規12話だけを映像化しても、前半の12話を知らないのに見ようとする人がどれだけ見込めるか怪しいこと。そう考えると、費用対効果的にどこまで見込めるか怪しいということで、予算があまりよりなさそうな感じもします。個人的にはウルズハントや薬剤戦はアニメ化してほしいので、ぜひアニメ全24までやってほしいと思うものの、商業効果がどこまで見込めるのか未知数で二の足を踏んでいそうな感じがしますが、皆様はどう思われますでしょうか。ハリウッド実写版ガンダム。こちらは11月1日に新情報が公開されました。あらすじはまだ未公開ですが、2025年初旬に撮影開始。監督はドラマスイートトゥース、鹿の角を持つ少年のクリエイタージム・ミックレ氏が脚本監督を担当されるとのこと。もともと2021年の段階では、監督がキングコング、ドクロ島の巨神のジョーダン・ボートルバーツ氏で、ネットフリックスと共に取り組んでいると発表されていましたが、2022年にガンダムカンファレンスシードフリーダムに続く作品としてマイルストーンに書かれていたものの、一切触れられないという状況でした。しかし今回監督が変更になり、撮影開始時期が来年初旬からと明かされたことで、監督変更に伴い制作が完全にストップしていたと分かりました。これから制作ということで、2026年あたりに公開という感じになりそうです。ちなみにネットフリックスで公開されている機動戦士ガンダム復讐のレクイエムは、本作とは制作陣も異なる別作品です。あちらはフル CG でしたが、こちらは人物は実写でモビルスーツが CG という感じになると思われます。
機動戦士ガンダム00。ガンダム00といえば、2007年にファーストシーズン、2008年にセカンドシーズンが放送された作品です。また、2010年には、劇場版アウェイキニング・オブ・ザ・トレイルブレイザーが映画上映されました。それから、しばらくは、続編の話はありませんでしたが、2018年に、10周年記念イベント、ガンダム00フェスティバル10ディビジョンが開催され、それに合わせて、水島誠二監督が、自身の X で、00の新作、作ります。とコメントされています。ただ、同時に、このコメントは、作りますけど、まずはスケジュール調整からなので、かなり先になります。なんせ、僕も、数年先まで決まってる仕事があるので。でも、その間にできること準備して、現場整えてもらって、ちゃんとした形でやりますから。のんびり待っててください。サンライズに問い合わせたりしちゃダメよ、となっています。つまり、水島監督としては、ぜひ、00の新作を作りたいという気持ちでいてくださっているものの、まだ、バンダイとの調整は一切始まっておらず、数年後に、自分の仕事が落ち着いたらやりたいという状況だとわかります。今現在、シードフリーダムゼロや先行のハサウェイ、第2部、そしてウルズハントを控えている中、ガンダム00の新作をやって、新商品の展開をするキャパがあるのかと考えると、それらが落ち着いてから、00の新作をやると考えられるので、水島監督のお気持ちと、バンダイの求める時期を合わせるなら、2027年か2028年のガンダム0020周年企画として展開すると考えられるのではないでしょうか。機動戦士ガンダムユニコーン2。こちらも、続報は全くありません。以前2021年3月にリアルエクスペリエンスモデル RX0 ユニコーンガンダム、いわゆる全自動変形ユニコーンガンダム共造の予約開始記念で、福井春俊氏と尾形プロデューサーが対談されている内容によると、福井氏は違う宇宙に行っているも帰れなくなっているとされています。つまり、2021年時点では別作品にかかりっきりで、ガンダムユニコーンシリーズに戻ってこれる状況ではないということだと思われます。これは、おそらく、全7章構成の映画、ヤマトヨトワに、レベル3199にかかりっきりということだと思われます。第1章が、2024年7月上映、第2章が、2024年11月と半年スパンなので、順調に進めば2027年に完結だと思われます。他にも、福井氏のガンダムといえば、現在ガンダムエースに連載中の漫画、機動戦士ムーンガンダムもあり、ガンダムユニコーン2は、早くても、2028年かそれ以降といった日程感になるのではないでしょうか。なお、ストーリーに関しても、一切情報はありませんが、以前の対談では、続編に対する考え方も語られています。それは、ユニコーンガンダムのサイコフレームは、ガンダムナラティブの世界でも解決されていない問題だったにもかかわらず、十数年後、つまり、機動戦士ガンダム F91 の世界までには、影も形もなくなった理由は何なのか？もう一回大災害があったのではないか？さらに、ハサウェイの時代である O105 は、すでにサイコフレームを封じられた時代なので、宇宙世紀100におけるジオン共和国の自治権問題のあたりと被ることになるという話をされています。また、尾形プロデューサーは、先行のハサウェイの状況を含めた上で考えていくことになるだろうと話をされています。これらの情報を踏まえると、ガンダムユニコーン2の制作開始までに、現在保管が進められているガンダム F90 や F91 の漫画版、そして先行のハサウェイ第3部の先に、ガンダムユニコーン2のストーリーが構築されていくのかもしれません。富野監督の新作。富野監督の新たなガンダムは、残念ながらもう見れないかもしれません。2024年3月に行われた逆襲のシャアの上映会では、富野氏とメカニックデザイナーの伊豆淵豊氏が登壇されました。この時、伊豆淵氏が富野さんとお会いしたのは何年か前の忘年会なのですが、その時、富野さんにもうガンダムやらないんですかと聞いたら、やんないと言われたんですと明かしておられます。また、劇場版 G のレコンギスタの後のインタビューでは、卑弥呼大和という新作を構想していることが明かされていて、2024年9月11日発売の書籍、グレートメカニック G2024 オータムでは、大英ガンダムの当時の話や卑弥呼大和の商標に関する話が書かれていたり、同じ9月の新聞インタビューでは、
新作に取り組んでいることが明かされています。このことから富野監督が現在進めておられる新作はガンダムではなく卑弥呼大和と解釈していいのかもしれません。宇宙世紀のその他、まずスマホゲーム UC エンゲージではクロスオーバー UC エンゲージという名のもと、アムロ、カミーユ、ジュドーが共闘し、シャア、ハマーン、シロッコが率いるヌーベルジオンと戦うというイフストーリーが展開中。さらにバナージ、ユナ、シーブック、ウッソが共闘してカテジナなどと戦うイフストーリーが展開されています。多くの声優の方々が一新されていますが、違和感がないと評判です。このストーリーは UC エンゲージをダウンロードすれば誰でも見ることができるので、気になる方はぜひダウンロードしてみてください。一方、ガンダムエースで機動戦士ガンダム F91 の新漫画エターナルウィンドが始まることが決まっています。もし評判が良ければクロスボーンガンダムのアニメ化も近づくかもしれないので、うまく進んでほしいところです。SD ガンダムワールドヒーローズ。 SD ガンダムはガンプラが多数売っているので、ストーリーを知らなくても見たことがあるという方は多いのではないでしょうか。2024年3月から公式ホームページにおいてキラハガネ物語のストーリーテキストが公開されていました。キラハガネ物語の前はザ・レジェンド・オブ・ドラゴンナイトが展開されていて、こちらは公式ホームページで漫画を読めるようになっているのですが、キラハガネではイラスト1枚とテキストのみになってしまっています。商業効果が薄いと判断されてしまっているのかもしれません。次はどう展開していくのか気になるところです。ということで、ガンダム最新情報まとめでした。全体の流れとしては、2025年から26年にかけて G ガンダムガイデンのストーリーテキスト第3弾、ガンダムウィング30周年記念企画、ウルズハント、シードフリーダムゼロ、先行のハサウェイ第2部、そしてガンダム X30 周年企画、ハリウッドガンダム、27年にもしかしたらガンダム00新作、その後ハサウェイ第3部やガンダムユニコーンという感じでしょうか。ラインナップは多いはずですが、なかなか新情報が出てこないので、本当に作られるのかよくわからないため、ガンダム熱を冷ませないよう何らかのマイルストーンを公式が提示してくれるのを期待したいところです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、良ければもう一本動画を見ていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。